こんにちは。ジェームズのティータイムへようこそ。私は今年の8月まで日本の慶応義塾大学で交換留学をしていました。でももう今はイギリスに帰っています。でも留学中に何度かイギリスのことが恋しいなって思いました。やっぱり故郷だからしょうがないことですよね。しかし考えてみたんです。具体的に何が恋しくなったんだろう。日本にはないけどイギリスにはあるものっていうのは何があるんだろう。そしていろいろ出てきたので、今回はその留学中に日本にもあればいいのにと思ったこと3選ご紹介します。一応最初に言っておきますが、私は決して日本が嫌いっていうわけではありません。以前の動画で紹介してますように、日本に住んでた時、イギリスにもあればいいのにと思ったことがたくさんあります。そのような日本の素晴らしいところを別の動画で紹介してますので、興味がある方は概要欄のリンクからぜひ見てみてください。それでは、日本にもあればいいのに、早速行ってみましょう。いや、日本にもあるわ、と思った方、きっといますよね。はい、その通りです。日本にも綺麗な緑がたくさんあります。そしてさらに言うと、イギリスにはない緑は日本にはあります。例えば、山の上に広がる森なんかはイギリスではめったに見ませんが、日本ではよく見ますよね。それが本当に素敵で私も好きです。でも、今回言いたい緑は自然の中の緑ではなく、街や都市の中にある緑のことなんです。例えば、公園、並木道、芝生などですね。ちょっと説明させてください。私は東京の大田区、蒲田という場所に1年間住んでいましたが、公園に行くために電車に乗らないといけないというような場所でした。でも、近所には Google マップで公園と表示されるところがあったんです。だから私は引っ越した時、よし、公園近くにあります。よかったよかったと思っていました。でも実際行ってみて絶望しました。あれは私の感覚では公園ではありませんでした。公衆トイレがあってブランクが1つ。そして木が4本ほど。その下にはコンクリートの地面。は？これ公園？いや、地面全部コンクリートだけど、これだと駐車場とほぼ変わらないんじゃないか。せめて地面を芝生にしてよ。と私は正直思いました。よく冗談で東京のことをコンクリートジャングルと言いますが、マジでその通りでしたね。もちろんこれは東京の話であって、日本全体の話ではありません。日本の地方都市の方がマシだと思いますが、それでもイギリスの都市に比べたら緑が少ないなって感じる時があります。私が通っているシェフィールド大学のあるシェフィールドは人口が約56万人、都市圏の入れると約76万人ほどの地方都市です。でも実際住んでみるとそんなに大きい都市には感じません。それがなぜなんだろうって私は日本に行ってから気になって少し考えてみたんです。そしてその理由はおそらく緑が多いからなんじゃないかと私は考えています。なんで街の緑にこだわるかというと、私は本当にど田舎出身です。四方八方どこに行っても緑があるというような環境で生まれ育ったので、おそらくそれに慣れていて、緑がないと落ち着かないんです。逆に言うと、緑のある場所に行ったら、私は不思議なぐらいリラックスできて、時間がゆっくり流れているかのように感じて、とても落ち着けます。癒されます。だから精神的の健康の面でも、私は緑がある場所の方がいいかなと思います。東京に住んでた時は、ちょっとストレスを感じてた理由の一つが、緑があんまりないということだったと思います。そのため、街の中にもっと
緑があればいいのに、と私は思いました。イギリス料理は世界中でまずいと言われていて大バッシングを受けているんです。でも私は日本に住んでいてイギリス料理やイギリスの飲み物が恋しくなったんです。というか私はイギリス料理がまずいとは思っていません。自ら地球の反対側に引っ越しといて母国の料理がないと文句を言うのがもちろん良くないと思います。だからこれに関して日本に対する文句がもちろんありません。イギリスに来る日本人だってきっと同じような思いをするんでしょう。しょうがないことです。でもやっぱりそれ分かっていても母国の料理が恋しくなるんですよね。一番恋しくなったのはパンです。もちろん日本にもパンがあるんですけど、ヨーロッパのパンとかなり違います。日本のパンってなんというか全部柔らかくて甘い。まあ、まずくはないんですけど、朝ごはんにはちょっと食べられません。私にとって日本のパンはデザートに食べるパンという感じで、朝ごはんにこのような健康的で硬いパンを食べたいです。甘いもので言えば、日本のケーキやチョコも美味しいんですが、やっぱり私はイギリスの方が好きです。例えば、ロールケーキ。イギリスのアジアスーパーでロールケーキを買って日本人の友達と一緒に食べたことがあります。そしてその時、その友達が、ああ、イギリスの普通のスーパーでロールケーキを売っていったらいいのになというようなことを言っていました。そして私は確かにと思いました。でも逆に日本のスーパーではロールケーキばっかりで他のケーキをあんまり売っていません。例えば私の好きなビクトリアスポンジやキャロットケーキはもちろん売っていないですね。そういうケーキも売ってたらいいのになって私は思いました。あと日本人もこれを感じているかもしれませんが、日本のスーパーの果物や野菜が高いんですよね。インスタントラーメンが200円しないのに、リンゴ1個で200円以上するのって正直どういうことと思いました。体に悪いものを高く、体にいいものをもっと安くしてもいいんじゃないかなと思いました。イギリスの果物は日本ほど質が高くないかもしれないんですけど、日本より安いので、毎日たくさん食べれます。それがすごくいいなと思いました。最後に飲み物。私の地元ではシードルというお酒がとても人気があってよく飲まれています。リンゴや梨を発酵させて作るお酒なんですが、見た目はちょっとビールっぽいです。甘口からドライなものまで種類がいろいろあって、アルコール度数は5%から8%ぐらいです。日本語で言うシードルはイギリス英語では普通サイダーと言いますが、私の地元では南西部では自家製のシードルのことをスクランピーと言います。その手作りのスクランピーをパブに行くと買えます。ちょっと濁っていったり、癖が強かったりするけど、私がそれがまた好きです。私はこのシードルが大好きなんですけど、日本では渋谷のブリティッシュパブ以外で見かけたことがありません。まあ、青森には一応あるらしいですけどね。でも、日本ではなかなか手に入らないので、恋しくなりました。酔いたいということではなくて、あの味が好きです。これも仕方ないっていう部分もあるんですけど、イギリスの街並みって本当に綺麗ですよ。歴史的な建物が多くて、街を歩くだけで歴史を感じます。もちろん日本にも歴史的な建築があるんですが、モダンなビルの方が多い印象です。まあ、それはそれで綺麗で好きですけど、イギリスの街並みの方が好みです。日本では歴史的な建物を探しに行く必要があると感じますが、イギリスやヨーロッパではそこら辺にあるというような感覚です。イギリスにいた時は街並みが綺麗で、散歩するのってちょっとした趣味になっていました。悩みがある時や落ち着かない時にはとりあえず歩く。それだけで心が落ち着いたんです。
日本でも散歩してたんですけど、イギリスほど効果がなかったです。その理由は2つあると思っていて、1つは緑が少ないという点で、もう1つは歴史的な建物が少ないということだと思います。イギリスでは古い建物を大切にする文化があって、法律的に簡単に壊すことができません。私はその文化が結構好きです。でも、日本には地震やその他の自然災害が多いので、古い建物を簡単に残すことが難しい面もあります。まあ、それはしょうがないんですね。でも、もう一つ違うと思ったのは、イギリスでは博物館や美術館などの多くに無料で入れること。日本の博物館も別に高くはありませんが、イギリスみたいに無料にしたら、歴史や科学に興味を持つ人がもっと増えるんじゃないかなと思います。なので、変えられることがあるとしたら、博物館や美術館の入場を無料にしてくれたらいいのに、と思います。というわけで、日本にもあればいいのに、と留学中に思ったイギリスの恋しくなったもの、3選ご紹介しました。いかがだったでしょうか？皆さんは外国に行って、これ恋しいなって思ったことありますか？もしやったらぜひコメント欄で教えてください。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。